これがあなたの対人恐怖症対策につながると思う。リシェフの皆さん、こんばんは。本日の紹介したいのはゲームすることで対人恐怖症対策になるということですね。大体の人たちはやっぱり自分がゲームするときにはそれが対人恐怖症につながらないと思う人が多いだと思います。何？もしあなたは最初のゲームに始まったら何が起こるかというと、で、その前にふざけるな！この先には僕はいろんな情報をみんなに伝えたいと思います。いろんな段階伝えたいと思います。その動画を見たいなら最初はこちらに登録パチッと、あとはグッドボタンと、僕はいろんなソーシャルメディアやっていますので、その SNS にもちゃんとフォローしてね。では参りましょう。早速ですが、ビジェブの皆さん、あなたはゲームをやってるからこそ対人恐怖症になったよって、そのセリフに聞き飽きた人はいらっしゃる？僕もそうだったんですけれども、でも実際は考えてみればそうではない。特に現時点はそうではない。僕は本日はあえてゲーミングによって対人恐怖症から脱出できるという方法をみんなに伝えたいと思います。心の準備をしないと。例えば最初の段階だったらあなたはずっとアーケードゲームをやったり自分だけやったり例えばね例えば格闘ゲーとかだったら他の人じゃなくてずっとパソコンとかやったりするんですけれども、でも現在にはもしその機器やり飽きたとかね、スマブラとかそうですけれども、スマブラとかやったら今はね普通にネット上でいろんな相手ともできるということを思います。これはもうすごく楽しくになると思います。で、最初は普通にその人とつながって普通に戦うというのはランダムの人とつながって戦うというのはありですけれども、で次の段階はもしあなたは例えばねそれもやり飽きた、もっとちょっと人とつながりたいとかだったら、例えば昔ながら僕はウォルター・フワークラフトとかまだフォートナイトとかのフォートナイトはそのつながるかどうかこれはもう疑問ですけれども、でも例えばねウォーター・フォークラフトとかなんか40人の集まって一つのボスを戦うというのはね、そこに入ったら時点では、普通に最初はもちろんチャットとかでインタラクションして、でそのチャットしたから後では何がするかというと、例えば TeamSpeak とか、昔は TeamSpeak とか、今は Discord とかつながって人とかの声とかを聞いたりとかできますね。で次の段階はやっぱりその人とかギルドとかに入ったり、例えば誰かのたまにあるんですけれども、ギルドとかに入ったらいろんな人は生配信とかしますので、その生配信する人は何が起こるかというと、その人は生配信した上で、その人は生配信した上でたまにそのスカイプというのもいわゆるその電話とかつながったり、普通に話すだけじゃなくてたまに自分の顔を見せたりというのもたまにあるだと思います。もしあなたは現在対人恐怖症とか抱えている方でしたら、そして自分で忘れできないだと思いますが、それをできなかったら僕は最近いろんなコーチングをしますので、もしよかったらパチッと下の概要欄で僕のコーチングサービスに押してください。さらに今年と言ったら何が起こるかというと、はい、東京オリンピックですね。おもてなし。方言できます。おもてなし。そのおもてなしをちゃんと他の人に見せたいなら、僕はその対人恐怖症のさよならガイドを英語版を下の概要欄に貼ってあるので、それもぜひ手に取ってください。で、次の段階ですけれども、次の段階はやはり普通のゲームとかね、例えば今ねずっと自分の閉じこもったゲームとか、そこから諦めて他の人ともつながりたいとかの気持ちもある。例えばね今見つかとかのポケモン GO ちょっぴりだけ見せたいと思います。とかね、
ポケモン GO とかハリー・ポッター・ウィザーズ・ユナイトとか、あとイングレスですね。で、その3つとゲームと1つにつながって、いろんなゲームも最近出てるんですけども、AR ゲームですね。その出て、実際の環境で、最初は自分の家の周りにいて、だんだんポケモンとかポケ活して、でそこから、もっとちょっと強いポケモン欲しいなら、もっと他の人とつながりたいとか、もっと欲しいなら他の人と、レイドバトルとかの人と会って実際に話して、そこの話し合うからこそ、気づく間にもその2年とか、前にもずっと2人とかとつながったのに、今は5人になったって、実際の人になったんですけれどもね、普通にパソコンとかじゃなくて実際の人と話すようになったということね。そしてもうその気づいたら、だんだんその人と話すとか、それも10人とかになった、50人とか100人、僕だったら何千人になったというのも過言でもない話だと思います。自分の小さな町ですけれども、何千人というのはちょっとすごい話だと思います。そこからいろんな人とつながって、いろんなスキルを学びます。コミュニケーションスキルも他の人の真似してとかもそうですけれども、例えばリーダーシップスキルですね。例えば自分がある程度のレベルがあるんだったら、はい、例えば、このマップがあるんで、じゃあこのレイドバトル、あとはこのレイドバトル、あとこのレイドバトル、つまり実際に企画を立てて、じゃあこれをしようって小さいのルートをプランして、他の人に、じゃああなたは今ね、マップで見るよ、あなたは他の人と集まるよって、仕事の分割できる立場になるだと思います。そのちょっとリーダー下の役割にもなるなと思います。で、それがね、ガンガンにやったら、それはやっぱり対人恐怖症の対策につながるだと思います。リキャップ。どうやって我々は対人恐怖症を乗り越える、ゲームによって対人恐怖症を乗り越えるようになる。第一のステップは、最初はね、アーケードゲームをやって諦めて、次は例えばネットゲームとかやったり、他の人とつながって実際にチャットとかして、また話をして、または動画とかでつながるというのも次の段階ですけれども、3番の段階はやっぱりポケモン GO とか実際の自分の家とか出かけたり、そこからいろんな人とのつながるというのも、だんだんそのコミュニケーションの能力もアップになると思います。でやっぱり次のはやっぱりこの同じ段階で他の人から、今ゲームじゃないの人とも移して同じことを話したら、ゲームじゃないの内容を話したらものすごくコミュニケーションアップで自分のリーダーシップスキルといろんなものにつながるなと思います。では皆さん、僕はこちらの動画毎週と日曜日しますので、もしよかったら高評価、登録、友達と恋人と男女とニャンチにもシェアしてください。次の動画なんですけれども、君にとってスピリチュアルは何とみんなにちょっと解説したいと思います。本日の質問なんですけれども、あなたは現在やっているゲームを下で教えてください。レシピ皆さん、僕はこちらのチャンネルだって対人恐怖症対策、大門対策、成功論とか生産性を上がる方法、いろんなものを心理学などをシェアしますので、もしよかったらこの間この2つ動画をご覧ください。では次の動画で会いましょう。